はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトウです。本日はコーヒーの歴史についてちょっとお話しするんですけども、今現在では様々なところでコーヒーの木の栽培がされています。では、それがどのように広まっていったのかというのを本日はお話ししていきたいと思います。もしかしたらエチオピアから徐々に広まっていったんじゃないのというふうに思う方がいるかもしれませんけども、実は違うんです。どこがコーヒーの木を栽培し始めて、誰がコーヒーを作り出してどのように広まっていったのかという話を本日はしていきます。結論からお話ししていきます。ポイントとしては、まずコーヒーの木、植物はエチオピアで発見されています。南スーダンという風な説もありますけども、より多くの人が知っているエチオピアという風に今回は話していきますけども、エチオピアで生まれ、そしてイエメンで商品となり、そしてオスマン帝国がそれを文化とし、ヨーロッパでそれが産業となりました。では、この4つのパートを具体的に話していきたいと思います。はい、まずはエチオピアなんですけども、コーヒーの起源はエチオピア。これは多分皆さんご存知だと思うんですけども、なぜ原産国であるエチオピアから世界各地に広まらなかったのかっていう疑問が出てきます。僕は出てきました。てっきりエチオピアから広がってたと思ったんですけども、実はそれが違うんですね。それがなぜかというと、コーヒーの木、いわゆるアラビカ種のコーヒーの木というのは、森の中でその辺に自生している植物だったので、それを作物として育てるという考えは当時エチオピアの人にはなかったということですね。つまりこの時代では作物ではなくて、その辺に生えている植物という認識しかなかったということですね。ただ、木の実としては様々なところに使われていたらしく、例えば実を砕いて食べたりとか、あとは植物性の油と混ぜたりとかはしてたみたいです。つまりコーヒーは嗜好品としてのコーヒーの飲み物ではなくて、生活の一部として溶け込んでいたものだったんですね。なので世界に売り出すという発想は当時はなかったという話になっています。もう一つ重要なのが交易の仕組みで、当時のエチオピアにはコーヒーの木の実を大量に集めて乾燥をして港で輸出するというような、いわゆるインフラがなかったんですね。そういった商業の仕組みがまだ整ってなかったということです。なのでコーヒーは一種の文化になるであったりとか商品になるまでいかなかったんですね。この状況を大きく変えたのが紅海、紅と書いて海と書いて紅海を越えて森を離れて山で育てられて、で港から出荷されるようになっていくんです。その舞台が次にお話しするイエメンなんですね。はい。先ほども言ったんですけども、エチオピアでコーヒーの木が原産地ではあるんですけども、そのコーヒーの木が最初に育ったのがエチオピアです。ただ、コーヒーが飲み物として世界に広まった本当の出発点っていうのはエチオピアではなくイエメンだったんですね。なぜなら、イエメンで初めて栽培されて、飲まれて、そして世界各地に出荷されたと。コーヒーが商品になる条件が全て揃ったというふうになります。では、なぜイエメンがその三拍子というか、栽培されて飲まれて輸出をされたというふうな理由を今から伝えるんですけど、まず大きく3つ理由があります。1つ目としては、高地で乾燥した気候だったということ。イエメンの高地は標高が高く寒暖差があり、雨が少ないという、とてもそのコーヒーの栽培に適した環境だったということですね。なおかつコーヒーの乾燥と保存にもとてもいい環境だったということですね。で、2つ目の理由としては、宗教とコーヒーの相性がとても良かったと。なぜなら、当時イエメンの周辺では夜通し祈りを捧げるという修行がありました。なので、覚醒効果がある眠気を抑えてくれるコーヒーというのがとても重宝されたと考えられています。そして最後の3つ目なんですけども、港があったこと。
これが最も重要なポイントでもあります。イエメンの港なんですけども、その港の名前がモカという港があったんです。山で育て上げられたコーヒーがキャラバンに乗って港まで運ばれて、で、船に積まれて世界中に飛び立ちます。モカは産地ではなくて、コーヒーが輸出される港の名前なので、世界に送り出す出口であるってことですね。なので、当時のヨーロッパではコーヒーのことをモカという風な言い方をするようになります。で、今でもそのモカというのは、今でも残るコーヒーにもモカと使われているところがあるんですけども、それはこの港町のモカというのが名残ということですね。で、ちなみになんですけども、カフェモカというドリンクがありますけども、それはちょっとこのモカとちょっと違って、そのチョコレートを乗せたラテのことをカフェモカと言ってます。それ以外のモカというのは、基本的にはエチオピアのコーヒーのことをモカと言われることが多いですね。エチオピアのコーヒーがイエメンに行って、イエメンのそのモカ港から世界中に回ったので、エチオピアもしくはイエメンのコーヒーももしかしたら呼ばれることがあるかもしれませんけども、イエメンのコーヒー豆っていうのは、そんなに流通してないので、エチオピアのコーヒー豆のことをモカというふうな言われ方が多いと思います。基本的に酸味があるようなコーヒー豆が多いのではないでしょうか。で、その当時はまだイエメンでしか作られておらず、世界中に行ってるんですけども、イエメンの限られたエリアでしか栽培してなかったので、生産量がものすごい少ない。つまり、需要と供給がバランスが取れてないものっていうのはどうなりますか？そうです。とても高価になります。なので、当時のコーヒーっていうのはとても貴重で高価な飲み物だったんですね。一説によると、ブラックゴールドと呼ばれる時代もあったと言われてますね。なので、コーヒーの原産地ではないんですけども、コーヒーというドリンク、飲み物を作ったところであり、なおかつコーヒーを最初に世界に送り出した都市がイエメンということですね。はい、それではね、オスマン帝国のパートに行きます。オスマン帝国が文化として定着させたという風な歴史があるので、それをちょっと紐解いていくんですけども、イエメンで生まれたコーヒーが港モカから世界へ羽ばたくんですけども、そのコーヒーが世界中で飲まれる文化になるまで一役買ったのがこのオスマン帝国ですね。で、オスマン帝国とは何かという風な話なんですけども、簡単に言えば当時中東、北アフリカ、東ヨーロッパのエリアの巨大な国がオスマン帝国という風に考えてください。当時の強いところ、強い国みたいな感じですね。特に重要なのが首都であるイスタンブール。今で言うとトルコの位置にあるかな。で、この首都であるイスタンブールというのはアジアとヨーロッパをつなぐ交易の場所でもあったんですね。なので、イエメンから来たコーヒーは、この場所を通じて一気に広まることになります。さらに、文化が根付く要因として、飲む場所が増えたということですね。その16世紀にイスタンブールにコーヒーハウスが登場しました。ここで大切なのは、コーヒーハウスというのはカフェではないということですね。人々はここでコーヒーを飲むために集まるのではなくて、コーヒーハウスでは話をする、情報交換をする、時には政治の話なんかもする場所だったんです。つまりコーヒーハウスは人が集まり、社会が動く場所だったということですね。では、なぜそういう人が集まる社会を動かすのがコーヒーだったのか。それは、例えば今の現代社会だと人が集まって話したりするっていうのは、お酒の場が結構あったり、それは昭和の時代か平成の時代かわかんないですけども、結構ビジネスでも飲みに行ったりとかね、すると思うんですけども、なぜお酒ではなくてコーヒーだったのかという話なんですけども、それが関係しているのが宗教的な背景ですね。そのイスラム文化圏ではお酒が禁止している、もしくは制限しているところが多いです。その中でそのコーヒーというのはその意識をはっきりと保つという意味でもいいですし、その酔わずにコーヒー、カフェイン酔いする人はいますけども、そういった酔いではなくて、意識が朦朧とする酔いではなくて、逆に意識がはっきりするような飲み物
ですし、集まりの場としてはものすごい優れたもの、ふさわしい飲み物だと。これ以上ふさわしい飲み物はなかったかもしれません。で、実はコーヒーも何度も制限がかけられたみたいなんですね。人が集まるとどうしても悪い方向に行ってしまう。もしくは大きな力を持ってしまうという懸念があるので、抑圧というか抑制するようにいろんな動きがあったと思います。権力者にとってはとても危険な存在ではあるので禁止はされてたんですけども、それでもコーヒーはなくなりませんでした。それだけ生活に深く入り込んでいたのかもしれませんね。そしてこのオスマン帝国を通じてコーヒーがヨーロッパに広まって、ヨーロッパの人々の注目を浴びます。これは売れる。これは広がる。みたいなその商人たちが目をつけたドリンクでもあります。そしてコーヒーは次の舞台へと進んでいきます。オスマン帝国を通じてコーヒーがヨーロッパに来ました。そしてヨーロッパの商人たちの目に留まりました。彼らが最初に考えたのは味でも文化でもありません。これは儲かるかどうか。だって商人ですもんね。これが儲かるかどうかという視点でコーヒーを見てました。ここからコーヒーの歴史が大きく変わります。そこで17世紀になるとコーヒーはヨーロッパ各地に広がってきます。特に重要なのがベネツィアとロンドン。オスマン帝国ではコーヒーハウスが人が集まり語り合う場所でしたが、それに対してヨーロッパは情報やビジネスが集まる場所になったんですね。商人、投資家、知識人など彼らがコーヒーを片手に商売を考えてた場所です。ただヨーロッパでも一つ大きな問題を抱えていました。それがヨーロッパではコーヒーが作れないという現実。供給としては依然イエメンに依存しなければならない。需要が増えるんですけど、供給は限られている。なので、商人たちは考えます。自分たちで作れないか。ここで歴史が大きく動きます。この時代からコーヒーの木が世界に移動し始めました。まず動いたのがオランダ。彼らはアジアの植民地、ジャワ島とかでコーヒー栽培を始めます。で、台湾もそのオランダ人が来てた時代があるんですけども、その時にコーヒーの木は持ってきてます。ただ当時台湾では商売目的ではなくて、オランダ人が自分で飲むためだけに育て上げられたという風な伝えられています。で、次にフランスがカリブ海の島々へコーヒーの苗を運んできました。そのフランスがカリブ海に苗を運んで、その流れで中南米にコーヒーの苗が運ばれていったと。で、どうやって運んだかというと、イエメンの人たちも、言うたら独占したいわけなんですけども、多分ですけど、こっそりと、あの手この手で、こっそりと持ち出していったんでしょう。ということですね。で、カリブ海を通してブラジルに行ったコーヒーの木っていうのが19世紀、コーヒーがついに世界最大級の農産物になります。その中心になったのがブラジル。今でも世界最大の生産量を誇るのがブラジルです。大規模農園で大量生産で世界市場、コーヒーは特別な飲み物から日常の飲み物になりました。大量に生産できるので、高価な飲み物ではなくて、一般的に飲まれるような飲み物に浸透していったということですね。はい、それではまとめに行きたいと思うんですけども、ここまでコーヒーがどこで生まれて、どこで育て上げられて、どこを通ってどうやって世界に広まったのかという話をしてきました。ざっくり説明すると、コーヒーというその植物はエチオピアで生まれて、イエメンでそのコーヒーというドリンク、商品になり、オスマン帝国で文化となり、ヨーロッパで産業になり、世界各地に広まっていったと。ヨーロッパがその世界各地に苗を持っていって、世界各地で栽培されるようになりました。コーヒーを広げたのは、ただ単に味ではなくて、人が集まり、仕組みができて、交易が生まれ、そして経済が動いていった商品になります。僕たちがただ豆を焼いて、で、お客さんに渡して、また豆をひいて、お湯を注いで、今ではそれが簡単にできるんですけども、それは何百年も前に誰かが選んで、誰かが運んで、誰かが守ってきた。その流れの先にあるのが今の一杯だと。そう思いながら飲むコーヒーというのは、一味も二味も違うんじゃないかなと思います。まず一つのことを
知るというのは、そのものの過去を知ることで分かることもあると思うので、本日はコーヒーの歴史についてお話ししていきました。あなたのコーヒーが美味しくなるちょっとのでも助けになればいいかなと思います。はい、これからもね、コーヒーに関する情報をどんどんお話ししていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、次の動画で会いましょう。またね。感謝你看到最後。如果你喜歡這支影片，記得按讚，還有訂閱我們的頻道哦。天使藍咖啡有銷售自家烘焙的咖啡豆和濾掛包，想了解更多，歡迎點開下方說明欄的鏈接。謝謝。